今日はすごくかわいい花模様のストールを作っていきます。その花は花びら6枚でできていて、ぷっくりとしていて立体的ですごくかわいい花です。その花の配置はぎっちりと並べないで、ちょっと隙間を空けて交互に編んでいく形にします。なので重すぎない印象のおしゃれな感じになると思います。で、今回は長い辺から編んでいくんですが、その場合最初の作り目の数をずっと数えていくのがとっても大変で面倒なんですが、今回はそれをずらっと編んでいて、すごく簡単に作り目をしたいと思います。横幅になる段数も好みの分だけ編んでいくだけなので、ショールなんかにもぴったりです。お好みのものを作ってみてください。使用する糸はダイソーさんのリトルカラーのフリージアイエロー。これがバーコードで手洗いができて、使用かぎ針の目安が6号から7号、重さは 35g、 約 160m、 材質はポリエステル 100%。 これを1本ずつ2本一緒にして編んでいきます。で、本体をこの8号 5mm で編んでいくんですが、作り目の部分だけこの8号よりもちょっとだけ太い針で編んだ方が簡単なので、作り目の部分だけちょっと太い9号の 5.5mm で編んでいきます。ない場合にはこの本体を編む8号でちょっと緩めに編んでいきます。あとはとじ針とマーカーを使います。実際にはこの色で編んでいくんですが、ここでサンプルとして編んでいくのは同じくダイソーさんのリトルカラーのミルキーピンク。これを内側と外側から1本ずつ出して2本で編んでいきます。2本の糸を一緒にして鎖編みをしていきます。で、本体は8号で編んでいくんですが、最初の鎖だけもう少し太い9号で編んでいきます。でなければ本体を編む8号でちょっとゆったりめに編んでいきます。で、鎖編みをしていきます。普段なら作り目の数を計算して、で数を数えながらずらっと編んでいくんですが、それだとかなり大変なので、今回はずっと簡単で楽な方法で編んでいきます。今回私は170センチぐらいで作ろうと思っています。その場合はまず鎖編みを170センチ分作って、さらに余裕分としてもうちょっと、例えば10センチぐらいとか余裕分として多めに編んでいきます。160センチぐらいにしたい時には170センチで編んでいきます。その10センチぐらい余分に編むのは、最初の鎖の長さと1段目を編んでいった時と少し長さに差ができるので、予備として10センチぐらい多めにしてください。作りたい長さと余裕分を編んだら1段目を編んでいきます。で、1段目は花の下の部分を編んでいきます。で、まず鎖の最後にマーカーをつけておきます。ここにマーカーをつけるんですが、この硬いマーカーをつけると、ここで編んでいる時にちょっとカチカチうるさいので、この毛糸でマークしたいと思います。で、この針も本体を編む8号に変えるので、ちょっと外して最後の鎖にマーカーをつけておきます。で、8号に変えて長編みを編むので、
鎖を3つ、1、2、3で、針から戻って5つ目に長編み、1、2、3、4、5、ここに長編みを編むんですが、裏返してこの糸が出ている裏山に針を入れて長編みをします。もう一回数えて1、2、3、4、5、ここに長編みをします。で、長編みなので針に糸を絡めて、でこの3本を2本ずつ引き抜きます。これで長編みが1本。次は花びらはこういう形で編んでいくんですが、まず1枚目はこういう形から始めます。長編みの後に鎖1つ編んで花びら、長編みの後に鎖1つ、このまま糸を上に伸ばします。伸ばす長さは下の長編みと同じぐらいかちょっと長くします。で、長く伸ばした時に鎖が縮まってしまう時があるんですが、針を入れにくいので普通の状態よりちょっと小さいぐらいにしておきます。で、この鎖を指で軽く押さえて、で伸ばして押さえて針に糸を絡めます。で、この糸も一緒に押さえます。で、押さえたら回転させるようにして指で押さえている鎖の横から入れる感じで、よいしょ、鎖の2本の糸の下で、反対側から見ると鎖の1本のところで、ここから引っ掛けて糸を出してきます。ややこしいのでもう一回だけやってみようと思います。長編みの状態、鎖1つ伸ばします。指で押さえて押さえて、下の鎖横からうちは1本2本引っ掛けて引き出します。この時この糸を整えて、でこれで1回糸を引き出しました。あと2回糸を引き出します。今回の花びらは全部で3回糸を引き出して花びらのボリュームにします。押さえて入れて引き出して、ここを整えて、でもう1回これで3回糸を引き出しました。これが1枚目の花びらになります。これを鎖でまとめないで次の花びらを作ります。これが1枚目、次は2枚目。2枚目は下の長編みの次から数えて1、2、1つ飛ばして2つ目に針を入れます。このまま押さえて1回絡めます。
で一緒に押さえて、長編みの1つ飛ばして2つ目、1つ飛ばして2つ目に針を入れます。で糸を引き出します。糸を引き出す長さは今までと同じように長編みぐらい。1回糸を引き出したら押さえて押さえて、2回目押さえて押さえて、3回目で整えて、次は3枚目。3枚目は足元2つ飛ばして3つ目に同じように3回糸を引き出します。絡めて一緒にして、1、2、3。1回、2回、3回。これで花びら3枚分。これを一度に引き抜いて花の中心を作ります。で引き抜くんですが、ここがちょっとややこしいんですが、まずこの最後に糸を引き出したところ、糸が出ているところ、ここを指で軽く押さえます。でこの長い糸で引き抜くんですが、この糸の長い糸の根元も全部引き込まれてしまわないように、長い糸の根元はここに残るように指で軽く押さえておきます。ここら辺を押さえながら、ここも押さえます。でこれかこれか、やりやすい方でいいと思います。こっちの糸の出ている根元も押さえながら、こっちも引き込まれてしまわないように押さえながら、でトンネルの中を通るように一度に引き抜きます。でこれで引っ掛けて引き抜かないで、今押さえていたループ、全部引き抜かれてしまわないように押さえていたループの中を通ります。でこれから引っ掛けて通して通してギュッとして、これで花びら3枚で花の中心。で次は4枚目。ギュッとしてから鎖を1つ。この鎖は小さくなっても大丈夫なので、ちょっと引っ張ってからこの糸を伸ばします。伸ばす長さは今まではここを長編み分伸ばしたんですが、今度はこの中心から考えて長編み1本分、ここからここまでが長編み1本分で、花の中心に針を入れて糸を3回引き出します。で3回。この時は指で押さえなくても大丈夫なので、このまま引き抜いて、今度は鎖1つでまとめます。鎖1つ。これで4枚目ができました。で次は長編みをします。足元
1つ飛ばして2つ目に長編み、さっき糸を出した隣の隣絡めて1、2、でその隣にもすぐ長編み、で最初の鎖3つは長編み1本と数えるので、花の両脇には長編み2本、いつもこういう感じで進みます。花が編んできたら次は四角を編んでいきます。今長編み2本、次は鎖1つの小さな四角、鎖1つ足元1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖1つの窓、次は鎖2つの窓、足元も2つ飛ばして3つ目、1、2、3、で次はまた1つの四角、1、2、これで鎖1つの四角、鎖2つの四角、1つの四角で、その両脇は長編み2本連続、今1本あるのでもう1つ、もう1本、次はまた花を作っていきます。今回はこの組み合わせで編んでいきます。長編みの次にはまた花、長編みの上に鎖1つを編んで始めます。伸ばして押さえて絡めて、鎖の中、長編みの次から数えて1つ飛ばして2つ目、1回、2回、3回で、次の花びら足元2つ飛ばして3つ目、1、2、3、でこれを一度に引き抜きます。さっき言ったように引き込まれてしまわないように指で押さえて、指で押さえて絡めて引き抜きます。でループ、抜いて抜いてギュッとします。で3枚、次は4枚目、
鎖1つ伸ばして3回糸を出します。このまま引き抜いて鎖を1つ、これで4枚で、花の両脇は長編み2本、糸を引き出した次から数えて1つ飛ばして2つ目長編み、これで長編み2本連続。次はこの四角を編んでいきます。ここと同じように鎖1つの四角、2つの四角、1つの四角作っていきます。長編み2本の後に鎖1つ、次は1つ、でこの四角の両脇も長編み2本連続にするので、今1本あるのでもう1本、これで連続2本にします。これで四角ができました。次は花、今までと同じように編んでいきます。長編みの後に鎖1つで伸ばして絡めて一緒にして、長編みから1、2、1、2、3、これで花びら3枚分一度に引き抜きます。でループ、これで花びら3枚、次は4枚、鎖1つでギュッとして鎖1つで、花の両脇は長編み2本、最後も長編み2本にします。
糸を出したところから1つ飛ばして2つ目、で長編みは2本連続、この端は何段編んでも同じように長編み2本で編んでいきます。でここでこれぐらいで好みの長さになったなというところで終わって2段目を編んでいきます。160センチにしたい時にだいたいここで160センチとか、あと巻いてみて好みの長さになった時にはこの鎖が残っていても編まずに置いておきます。でこの糸は後でカットしてでほどいて、ここら辺まで根元までほどいて引き絞って糸始末しておくと大丈夫です。このやり方だとイメージした感じに合わせやすいのでおすすめです。次は2段目を編んでいきます。まず鎖を3つで裏返します。長編みの上に長編み、鎖を1つ、次は針に糸を絡めて花の中心、ここから糸を引き出します。長編みの後鎖1つ絡めて中心、この長さは花びらと同じぐらいで3回糸を引き出します。でこれを一度に引き抜きます。根元を押さえなくても大丈夫です。普通に引き抜きます。で鎖1つでまとめます。次は鎖2つ、1、2でまとめたのが1つ、普通の鎖が2つ、全部で3つになっています。で次の花びら同じように絡めて中心、これで3回引き抜きます。で鎖1つでまとめます。まとめてから普通の鎖を1つ、これで長編みの後に鎖1つ、まとめたのと普通の鎖2つ、まとめたのと普通の鎖1つ、1まとめたの、2まとめたの1つ、次は長編みの上に長編み、この部分では下と同じように編んでいきます。鎖1つの窓の上には鎖1つの窓、2つの上には2つ、
で長編み2本連続の後は花。さっきと同じようにまず鎖1つ絡めて中心、3回糸を引き出します。引き抜いてで鎖1つでまとめます。普通の鎖2つでまた3回糸を引き出します。まとめます。鎖1つ、鎖1つ、まとめたのと2つ、まとめたのと1つでまた下と同じように長編み、でまた花びら、鎖1つ、まとめてから鎖2つでまとめて鎖1つで端の長編みの上に長編み、一番端はこの鎖の下から3つ目で、最初につけたマーカーの次から数えます。マーカーの次から1、2、3、この3つあるうちの下から3つ目、ここに針を入れます。で長編み2本の糸の下、これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目は四角があるところに花を作ります。で花のところにはここと同じ四角、逆になるように編んでいきます。鎖を3つ、で長編みの上に長編み、で鎖を1つ、四角は鎖1つの四角と鎖2つの四角と鎖1つの四角を編んでいきます。
つ、次はこの花びらの先端に針を入れます。花びらの先端にはまとめた鎖一つでまとめたところがあるので、ここに針を入れて長編みを1本、これが鎖一つの窓になります。次は鎖2つの窓、1、2で、次の花びら、このまとめたところ、ここに長編み、これが鎖2つの窓。次は鎖1つで、ここではなくて次の長編みに針を入れます。この2本あるうちの1本目、これで花の上に四角、この長編みは2本連続にします。これからも何段編んでもこの長編み2本の位置は同じです。ここもここもずっと同じ長編み2本の列になります。今度はこの窓の上に花を作っていきます。長編みの上に鎖1つで伸ばします。で、押さえて押さえて、で、今1枚目、2枚目はこの下の鎖1つの窓と2つの窓の間、ここに長編みの頭があるので、ここに針を入れて2枚目を糸を出します。3枚目の時はこっち、鎖2つの四角と1つの四角の間、こことここから糸を出します。で、さっきと同じように一度に引き抜きます。で、4枚目、で、次は長編み、で、花の上には四角、鎖1つで先端、鎖2つで先端、
鎖1つで長編みの上、でこういう感じになっていきます。で端では鎖の下から3つ目に長編み、これで3段目が終わりました。次は4段目、鎖を3つで裏返します。長編みの上には長編みで、下と同じ四角を作ります。鎖1つ、鎖2つ、鎖1つ、で2本連続。次は花の上の部分、長編みの次には鎖1つで絡めて中心、まとめて鎖2つで同じように中心、まとめて鎖1つでまた長編み、で次は下と同じ四角、鎖1つ、鎖2つ、鎖1つ、で端では下の鎖の下から3つ目、これで4段目が終わりました。次は5段目、鎖を3つで裏返します。長編みの上に長編みを編んで、今度は四角の上に花を作ります。ここと同じように長編みの次に鎖1つで伸ばして、で絡めて横からで次の花びらはこの鎖1つの四角と2つの四角の間、こことここから糸を出します。こういう感じで下と同じように編んでいきます。これを好みの幅になるまで編んでいきます。これで好みの幅まで編んだとして、最後は細編みで1周します。
まず鎖を1つ、これを裏返します。鎖の根元に細編みを2つ、鎖の根元はこの長編みの上に針を入れて細編みを2つ、同じところに2つ、1つ目にマーカーをつけておきます。ここから1つの目に1つずつ細編みをしていきます。次は隣の長編みの上、で次はこの鎖の下、鎖の下に細長い四角のスペースがあるので、ここに針を入れて細編みを1つ、次は長編みの上、次は2つ、四角の中に針を入れて細編みを2つで、長編みの上、細長い四角のスペースで、長編みの上に1つずつ次は花の脇に1つ、ここに1つ、まとめたところに1つ、真ん中には2つ、1つ1つ、まず花びらの脇のところ、次はまとめたところ、次は真ん中細編みを2つ、でまとめたところ、で花びらの脇、脇とまとめたところと真ん中には2つで、まとめたところ脇、ここからはさっきと同じように長編みの上には1つずつ鎖の下にもで長編みの上で花の脇でまとめたところ、真ん中真ん中は2つで、まとめたところ脇、あとは同じで長編みの上に1つ、端の鎖にも1つ、下から3つ目で、今細編みを編んだ同じところにもう1つ、で次はこの端の鎖の隣のこの細長いスペースに細編みを2つ、こ
ことここの間、細編みを2つ。これで角ができました。でここからは長編み1本ずつに細編みを2つずつ、この端の2本の間に入れていきます。で2本で、この角は余分な鎖を編んでいてほどいていたところで、これをもう一回ギュッと引き絞ってから、この最後の長編みと長編みの間に細編みを2つ、その次に角の目に細編みを2つ、こことこことこことここ、そうすると角ができるので、こういう感じでやっていきます。で一番角、端の長編みの足が入っているところ、この長編みが入っているところ、これをちょっと引き絞ってしっかりしてから、ここに2つ、でこの糸足は編みくるんでいきます。こっちは編みくるんで長い方で細編みをしていきます。これで細編み1つで、同じところにもう1つ細編み、これで角の目に細編みが2つ、でここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。この長編みの足が入っているところ、でこの糸足は編みくるんでいきます。次は花びらの脇、次は先端、次は真ん中、細編みを2つ、次は花びらの先端、次は花びらの脇で、この糸足はある程度編んだら外して、でまた一つずつ細編みをしていきます。長い辺を編んできて、最初につけたマーカーのところに細編みを2つ、これは最初に最後の鎖につけたマーカー、ここに1、2、これで一つの目に細編みが2つ、次はこの鎖と長編みの間に細編みを2つ、ここに2つ、ここに2つ、
次からまたこの端の長編みの間に細編み2つずつで、最後は編み始めのところのこの長編みのところ、ここに細編みを2つ、この最後の1周の最初のところで、その手前の長編みの間に細編みを2つして終わりです。で、細編みが終わったら糸を切ります。で、引いてで、このマーカーの隣の目に針を入れます。ここがマーカーがついて、次手前から向こうに針を入れます。このマーカーがついた目に入れると一目多くなってしまうので、その隣に針を入れます。で、整えて、で、今糸を最後の細編みに戻ります。上から戻って、ついでに下の編み地も通って、で、糸始末をします。この大きさを揃えて目立たないようにしてから、ちょっと行ったり来たりします。で、糸を切ります。これで出来上がりました。で、大きいサイズで作った方のサイズを測っていきます。サイズを測っていきます。横幅は約20センチで、長さは約170センチ。細い糸を2本一緒にして編んでいるので、柔らかいんですがちょっとしっかりした感じもあって使いやすそうな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。